どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回なんですけど、めちゃくちゃね面白いアイテムがやってきました。じゃじゃん、こちらでございます。 PGY テックさんのレトロバというね、iPhone ケースであり iPhone 撮影アイテムであり iPhone 用の撮影グリップでもあるんですよ。これすごいんですよ。じゃん、こんな感じです。すごく可愛くないですか？でしかもこれね、望遠レンズがついてしまうんですよ。じゃじゃじゃーんと。これすごくないですか？ iPhone でね撮影ができる望遠レンズをつけれるような、レトロバというねシステムになっております。これ全体的にはメタルパーツと、あとねここが革のね素材感になっておりまして、高級感もすごくありますし、この iPhone をねおしゃれなカメラとして使うことができるようなね、そんなアイテムになってるんですよ。これをねちょっと今回は深掘ってね解説できればなと思っております。こういうねフィルムカメラめちゃくちゃ人気だし、僕も使って楽しいんですけど、高すぎないじゃないですか。もうこういったね写真を撮る体験を上げるためにはね、20万30万円とね出す必要が昨今はあるんじゃないかなと思うんですけれども、そこまでねさすがに出せないよっていう方は、もしかしたらねこの PGY テックのレトロバをね使っていただければある程度ね楽しめるんじゃないかなと思いますので、皆さんのね iPhone 撮影体験ワークフローをね一緒に楽しんでいけたらなと思っております。ではね、もう早速詳しく内容を見ていきたいと思うんですけど、主な内容物はこの通りとなっております。大体8個のね構成になってますね。もちろん iPhone は入ってないんですけど、まずこの iPhone のケースですね。これがケースになっていて、これが1つ入っていると。で、望遠レンズをつけるためのこのね、アダプターのようなものが1つ。で、さらに望遠のレンズが入っていて、で、グリップのところですね。ここ持ちやすくするためのグリップ。で、さらにこのレンズのね、三脚座までついてるんですよ。これをね緩めてあげたらね、このレンズをね通して三脚座をね、使うことができる、結構なね重量があるので、こういう風にしっかりとカメラのね望遠レンズのように運用することもできるようになっています。でこの望遠レンズをしまうためのケースもねさらについていますので、これで持ち運びすることも可能です。でさらにね、ここにストラップのね部分が今ついてあるんですけど、このクイックコネクターストラップをここにねガチャッと取り付けてあげれば、こんな感じでね首掛けにして撮影をね楽しむことができると、そんなね内容になっております。でキット自体がね、2種類ありまして、レトロバのね、グリップキット、レンズがないねケースとグリップのみの方で 15,400 円で、今紹介したねこのオールインワンのね、ギフトセットというものが 41,800 円の全てがね同梱されるような内容になっている、このね2つの種類から選ぶことができるといった形になってます。ちょっとねこのレンズありの方だとね結構な値段にはなってくるんですけど、これをね実際どこまで使って、画質が良くなるかっていうところだと思うので、気になる方はねちょっとここからのねところしっかりとね見ていってもらえたらなと思っております。対応機種はですね iPhone 16 Pro そして Pro Max で iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max の両方にねあると、そんな形になっております。で基本的にはこのねレンズがメインに見えるんですが、全然ねそんなことはなくて、正直ねこっちのグリップだけでも全然楽しむことができますので、スマホケースとしてもねめちゃくちゃ質感はねマジでめっちゃいいんですよ。質感は良くて、でさらにこのグリップをね取り付けてあげてロックをかけてあげることで、もうね iPhone がカメラのようにね使うことができるといった形になります。で一方で望遠レンズをねつける場合は、ここのねアダプターをここからスライドさせてつけてあげて、でここのね望遠レンズの印のところを合わせてあげて、こういう風に回してあげると、そうするとこれでねレンズをつけて 235mm のね画角で写真を撮ることができます。でさらに電子ズームの組み合わせで最大 960mm まで望遠にさせることができるので、簡単に見せるとこんな感じのね写真が撮れてしまうといった形になります。作例はねちょっと後ほど詳しく見ていきたいと思います。でちなみにこれねグリップをつけると USB-C ポートが、埋まってしまいますよね。でもこれねすごく考えられていて、ここのね底面に USB-C ポートが1つついてますと。なのでここで USB でね接続をすれば iPhone の充電をすることもできるし、なんならね今これマイクロ SD が入っています。マイクロ SD もね入れることができるので、外付けのねストレージをね増やすこともできると。でさらに三脚のネジ穴までついてるとね、結構考えられた、設計に、ね、なってるんじゃないかなと思います。マイクロ SD があることによって iPhone のストレージとして写真をね撮ることもできるし、設定次第でマイクロ SD に書き込んでいくこともできると、そういったね使い分けもすることができます。これをねもうストラップでねつけたりしてると、もうほんまカメラに見え
てくるので、マジで iPhone とは思えないぐらいのね質感で、Apple のこの iPhone のデザイン思想をあんまり崩さずにね、むしろそれをより良くするためのねデザインが加わるようなレトロ版のね高貴な佇まいがね僕は感じられるので、結構プロダクトの品質はすごくいいんじゃないかなと思います。PGY テックといえばカメラバッグとかのね、たくさんいろんなアクセサリーを出してると思うんですけど、僕普段からたくさん使ってるんですけど、 PGY テックはね結構質がいいのでね、カメラバッグ業界ではシェア率も高いじゃないですか。っていうぐらい僕はね結構やっぱ改めて質感の良さっていうのはね実感できたところになっています。ではね、この操作感ボタン類の確認とかしていきましょうか。まずこのグリップの部分なんですが、非常に分厚く持つことができます。でまず上面にシャッターボタンがあって、ここでシャッターが切れて、で半押しとかもありますので、ピントをね押す感じもできたりしますと。でズームレバーがあるので、ここでねズームを挿して画角をね拡大縮小させることもできるし、マルチファンクションボタンっていうのがあって、ここでね電源を長押しで入れたりとか、あとはここをね押すと、写真から動画モードに切り替えたりとか、いろんなね機能を割り当てるボタンとしても使うことができたりします。でさらにね、ここにですね前面にねコントロールダイヤルがありまして、ここにね例えばホワイトバランスやシャッタースピードをね割り当てることで、簡単にそれをね操作して撮影をねすることができます。結構ここのトルク感なんていうぬるぬるさもね良くて、質感もねいいんじゃないかなと思います。でグリップの裏はね先ほど見たんですけど、ちなみにこの USB-C はですね USB-C3.1 に対応しているので、最大で 312MB/s のデータ転送に対応なので、Mac と直接つなげてデータ管理もできますし、それなりに高速なねデータ転送を可能にしています。でこの肝心のレンズになるんですけれども、カメラと同じでね、そもそもこのマウント部分がここにあるので、ここにね取り付けるといった形になります。で基本的に望遠レンズのところにしか付けることはねできませんと。こんなにしっかりとね接続できていれば落ちることはないんじゃないかなと思います。ただこれフォーカスリングに見えてフォーカスリングではないので、フォーカスの調整はできないし、こっちも動かないので、基本的にオートフォーカスで動かすといった形になると、シンプルな設計、特にねダイヤルとかがあるっていうわけではないんですよ。でちなみにね、このケース自体がマグセーフに対応してますので、このまま充電することができるので、普通にもう常用的にねこれをケースとして使うことができるので、ここもねすごく気に入るところですね。であとね、これ前面で見た時にフィット感がかなりいいので、普通にまずこれをねケースとして全然使えると思います。で必要な時だけこのグリップをね取り付けて撮影をするっていうのが、すごくねいいやり方なんじゃないかなと思っております。ではね、ここから実際に撮影をねしていきたいと思うんですけど、まずアプリですね。アプリを使っていろんなね撮影をよりね幅広げてやっていくことができます。で基本的にはね純正のカメラアプリでいろんなことができます。ズームレバー引いてみるとこんな感じでズームをねさせることができて、すごいね滑らかに使えるし、このままシャッターをね切ることもできるようになっています。ただ望遠レンズをね使用する際はちょっとね注意点が必要になってきておりまして、このようにですねレンズをね使って望遠側でやろうとしても、これねちょっと使えないんですよね。というのもですね、これ iPhone がね最適なレンズを探そうとして4倍8倍を、望遠レンズを使わないようにね撮影をすると、電子的にズームさせてね撮ろうとね勝手に変えてしまうんですよね。なので純正カメラだったら使えなくなっちゃいます。なので PGY テックのね専用アプリがあります。これでね見てあげるとこういう風になるんですが、そこからねこの望遠レンズの部分に切り替えてあげると、このねレンズを使って撮影をねすることができるようになります。ただ注意点としては、外付けレンズのね設定を 2.35 にしてあげることで、実際にね綺麗に撮ることができるようになりますので、ちょっとこのね設定が必要にはなってしまいます。で接続方法としては、グリップのねここの電源を長押しでつけてあげて、あとは Bluetooth でねスマホを接続すると、もうそれだけで、簡単に接続ができて、2回目以降は自動的にね接続がされていきますと。でこのアプリ結構優秀でね、例えばこのねマニュアルとオートとかね選んで、シャッタースピードや ISO とかもね自由に変えていくことがねできたりしますし、シャッターもね変えれますし、あとホワイトバランスですね、ここら辺の色温度とかも自由に変えることができますと。難しい方はオートでもねいいと思いますし、マニュアルのね変更もできるし、でこのままねダイヤルを回していけば、デジタルズームをさらに加えて最大 960mm まで寄ってね撮影をすることができるようになりますと。でこのね PGY テックの専用アプリを使うとですね、9種類のねおしゃれなフィルムプリセットを使うことがねできるようになります。これちょっと見ていくと、ここのボタンからこんな感じで、これなんとね富士フィルムのフィルムシミュレーションかなが出てくるんですよ。
僕が大好きなクラシッククロームもね使えますし、この強弱をね適用させることもできたりします。で実際にねこれで結構いろいろと撮影ねしてきたんですけれども、どうでしょうか。普通にめちゃくちゃ色綺麗じゃないですか。もちろんね一眼カメラと比べたらそのディティール感みたいなところはね物足りないと感じる人もいるかもしれませんが、iPhone でこういったねものが取って出しでね撮れたら全然十分だと思うんですけど、どうですかね。めちゃくちゃ楽しかったです。どっちかというとやっぱり iPhone の写真ってね外とかで撮るとね本当にすごく綺麗なね空気感とか、発色の良さっていうのがねあると思うので、そういったものを活かしながら撮ることができるし、この富士フィルムのねフィルムシミュレーションみたいなものとかコダックのね、カラーフィルターとかたくさん入ってるんですけど、どこまでねちょっとこれ公式のものかわからないんですが、結構な再現度というかね、僕は富士フィルムカメラ使ってきてるので割とそれにねちゃんと近いような感じがしてるので、結構この辺はねいいんじゃないかなとすごく感じていますね。でそれをねさらに楽しむ方法があってですね、ここのエリアをねこうやってスライドすると、これでねフィルムカメラモードみたいなのがあるんですよ。でこのままねレンズの選択もねできたりするので、いやこの操作感は普通にちゃんとねアプリ開発してきてる感が出てきますね。でもう一回やると戻ると。でちなみにこのねフィルターの方はこれ動画でもね使えます。こんな感じドットキューブのねラット形式っぽくて、こういう風に動画を落としてね回すこともできます。でしかもこの動画サイズもオープンゲートとか 4K とかねあるので、ちょっと中国語のね表示があるところあるんですけど、このオープンゲートで撮ることができるので意外とこれすごいですよね。であとね撮影をした時にですねこんな感じで写真のフレームをね追加することもできます。これも結構楽しいですよね。なんかよくあるさスマホカメラでおしゃれなねフレームを作ってライカとかさやってるカメラってあると思うんですけど、そのセッティングのところからここですねジェネラルセッティングのウォーターマークですね。でこれしかも4種類あります。はい。で署名とかもね入れることができるので、なんか自分が撮ったものをね証明したいという方はここに入れておくこともできるし、このデザインもね選んでいくことができます。僕はこれが好きかな。ただ一個注意点はこれね後から撮ったものは変えれないので、撮る前にウォーターマークそもそも入れる入れないとかもやる必要があるし、このデザインとかもどれにするかっていうのはいっちゃん最初にね決めておいて、でこれで撮影をして見るとこんな感じでね縦で撮ったらこういった形に収まると。で EXIF 情報もねここで見れるといった形になっております。結構ね僕もいろいろとこれでね写真撮ってみてるんですけど、やっぱただ単に撮るよりもおしゃれになりやすいので、それこそストーリーズに上げやすかったりとかね、インスタの投稿に統一感を持たせることができたりするかもしれないので、個人的にはこれが iPhone で楽しめるっていうのが今まで意外となかったと思うので、ここはねすごくいい取り組みなんじゃないかなと感じています。っていった形でね撮ることができるんですけど、結構ねこれ質感がいいだけにちょっとねなんか持ち歩きとかね怖くなっちゃったりするのかなと思ってたんですが、もう一個ねいいのが出てまして、こちらワンゴークラシッククロスボディフォンバッグというものになるんですけど、別売りにはなるんですが、それこそね名前の通りこういったスマホのねケースとかをすっぽりと入れることができるサイズ感になってて、このねレンズとかもねこのまま仕切りがあるので、こういう風にね入れてあげると結構いいサイズ感なんですよ。どうですかこれ。これ別売りにはなりますが、1万円もしない、結構それなりのね買いやすい価格にはなってて、でここのね背面にはここにもう一個ポケットがあったりするし、結構僕これすごく気に入って普通に普段でも使ったりしてます。でなんかここにね、こういった金具取れるようになっているので、これでインナーバッグとしても使うことができるので、これめっちゃ良くないですか。カラーはね2色展開で、このエレガントブラックとあとミントグリーンというものがあるので、見た目もめちゃくちゃいいし、全体的に編み込みのねデザインになってるので、ここもおしゃれだったりしますよね。でっかいミラーレス一眼は無理かもだけど、コンデジとかはね全然収納できそうな感じになってるので、いやこれはね僕的に一番なんか届いてこれめっちゃ使えるなと思ったものの1個かなといったところになっております。こういったものがあるので、ちょっとね持ち運びとかはねこれでちょっと解消できるかなというふうには思いました。はいという感じでねいろいろと紹介してきましたが、どうでしょうか。まずねちょっと皆さんに見てほしい写真があるんですよ。これどうですか。満月の日にねちょっとダメ元で撮ってみたらね全然撮れちゃいましたねすごくないですか。これ iPhone で撮ったんですよ。普通にめっちゃ綺麗に撮れてるっていうか、こんな寄れんねやみたいな感じになってきません？普通の iPhone のね望遠レンズだったら100% 無理ですよね。これはねこのレンズとさらに電子ズームのね 960mm の最大値までね望遠に挿して撮ったものになるんですけれども、
こんなね印象的なショットを撮ることができました。もちろんね解像度みたいなところ言ったらさ、それは物足りないところはあるかもしれません。でも月の撮影をすることができたという体験はね間違いなくできたかっていうだと思ってるので、これはねちょっと想像以上でしたね。ただ撮影時の手ブレとピン合わせはめちゃくちゃ大変でね、とにかくめっちゃブレるしめちゃくちゃね露出下げで撮るので、すごくねこれはなかなか難しい撮影ではあったんですけれども、星というか月を撮るというね技術をある程度なんとなくでも分かっていたらね結構再現性はあるんじゃないかなと思ってちょっとご紹介をさせていただきました。っていうね感じで超望遠でねいろいろとこだわった撮影もできるし、あとねシンプルに画質がねどうなのかっていうのがすごい気にはなってたんですよ。このね望遠レンズをつけたからといってほんまにね光学的に良くなるのかと思ってちょっと実際に比較をしてみたんですけど、これなんですよ。ちょっと舐めてたのはね撤回したいぐらい割と良くないですか。光学でねボケてる質感がちゃんと出てましたね。正直ね室内とかのこういったオフィスの中とかで撮るとそんなにねめちゃくちゃ恩恵はないように感じたところもあったんですけど、やっぱり外でね太陽光が十分にある環境で、さらに被写体と背景のね分離ができてるようなところでは光学のねこのボケ感っていうものはね、より感じることができるんじゃないかなと思います。もちろんねフルサイズカメラみたいなところまでの画質ではないんですけど、でもスマホのね表現を確実にね拡大することができてる、そんなね違いをしっかりとね比較して捉えることがねできたんじゃないかなと思っています。っていう風に写真撮影においてはめちゃくちゃね好印象なんですよ。フィルターもすごくいいし望遠もねしっかりきれいに撮れる。ただ動画撮影みたいなところはねちょっといまいちかなと正直思っております。そもそも動画撮影はね純正アプリで望遠レンズを使って撮ることはできません。PGI テックのアプリを使って動画をね撮ることは一応できるんですが、やっぱちょっと手ぶれがね気になってしまうっていうのと、あとブラックマジックカメラとかでもね試してみたんですが、動画撮影は三脚が必須になってしまうかな。このレンズを使う場合ですけどね、どっちかというとやっぱこのレンズを使うのは写真向けなのかなというふうに僕たちはね今思っております。であと最短撮影距離、大体ねこれちょっと具体的な数値わからないですけど5メーターぐらいは離れないとピントが合わないんですよ。基本はやっぱ外で使うほんと遠くのお子さんを撮るとか子供を撮るペットを撮るみたいな風な使い方がね一番良さそうだなと感じています。っていうのが画質のところになるんですけど、その他で言うとプロダクトの完成度はね結構高いなと思っています。これはねスマホっていうかカメラをね持ってるのに近いような感覚だと思うし、素材感とかねケースのね質感は普通にめっちゃいいと思います。ストラップもね簡単にねクイックシステムで脱着が可能になってるし、三脚座にはねネジ穴もついてるし、アルカスイス対応のねプレートにもなっているので非常に便利にね運用することができます。ただねちょっと注意点は逆にあってですね、このグリップのねロック機構には注意が必要かなと思います。これですねここにロック機構があるので、これロックを解除してこれを取るといった形なんですけど、これスライドして入れた時にねこれちゃんとロックをしないと iPhone が落ちてしまう可能性がめちゃくちゃあるんですよ。なのでロックのし忘れっていうのがめっちゃ怖いなとは思いました。であとケースの取り外しもねかなり大変なんですよね。ケース自体がかなりね硬めのハードケースになってて、よく言えば iPhone をねしっかり守ってくれると思うしスタイリッシュで好きなんですけど、ちょっと取り外すのが大変になっちゃうので、僕はねもうちょい手軽にね取り付けれるようになるとより嬉しいなと思いました。ちょっと取り外しがしにくいような印象はありますね。っていうのが使用感になっているんですけれども、いかがでしょうか。非常にね完成度は高いと思います。で結論誰のためのものなのかみたいなところで言うと、どっちかというとねやっぱり僕は写真用のアイテムなんじゃないかなと思います。動画よりも写真を楽しむことができる、遠くのものを撮ったり iPhone の望遠レンズをより活かすことができる、そんなねものかなと思いますし、あとはこの側をねこうやってカメラっぽく楽しむっていう視点では非常に楽しめると思うし、富士フィルムのねフィルムシミュレーションみたいなものが入ってるのでね、より撮影体験を向上させる、そんなねアイテムなんじゃないかなと思います。でね、動画もうちょいねがっつりやりたかったなという気持ちがあったわけなんですが、 PGI テックさんがじゃあこれをっていうのでねちょっと送ってくれたのがあって、こちら PGI テックプロショットフォンケージキットというものになるんですけど、動画撮影にはねこれめちゃくちゃ良かったです。はい、同じぐらい良かった。これね分解するとこんな感じなんですけど、これマジでねすごい考えられてて、こういう風に一個一個ねこうやってガッチャンってつけていくことができるんですね。これまずこの側面からつけてあげてロックさせて、でこっちもねガンってはめてあげるとこんな感じで調整もできるし、上面にはねコールドシュー付きのねこのアダプターを上につけることができると。で下にはね逆にネジ穴を切ったねところを入れるこれをつけることができるといった形になっています。はい、でここまでだったら、結構ねいろんなものでもできちゃうんですけど、ここですよね。はい、ここにねなんと 67mm 系のフィルター系があるので、こういったフィルターを
けられちゃうと。もうこれでさ、動画撮影できちゃいますよ。しかも ND フィルターで。で、全レンズにこれつけることができるので、いや、動画撮影向けのグリップが完成しました。いや、僕ね、マジでこれ、去年欲しかった。去年ね、僕 iPhone だけでこんな感じのね、作品を作ってたと思うんですけど、これね、すごい苦労したんですよ。やっぱ ND フィルターをね、毎日持ち歩いてるわけじゃないし、ちょっとね、付け外しもめんどかったので、ND フィルターつけずに撮影してたんですね。でね、それを編集からね、後からモーションブラを追加したりで、疑似的にね、ブレ感を演出させたりしてたんですけど、こういったものがあれば、そういったものがね、必要なく、これでしっかりと原稿させてね、動画撮影をより楽しむことができるようになっているといった形になってます。で、さらにですね、これ下のね、部分に、こっからね、これを抜いてあげるとですね、ここに2つとも拡張できるね、モジュールを入れることができますと。もともとはね、こういったダミーというか、空のものがね、入ってると思うんですけど、別売りのね、ものを用意することで、さらにね、拡張することができます。まず1個がこっちなんですけど、これね、なんとバッテリーになっていますと。なので、このバッテリーをね、ここに入れておくことによって、これ底面にね、USB-C ポートが入っているので、このまま iPhone にね、給電をすることもできるし、で、もう1個こっちが面白いんですが、これなんとですね、ここにM.2 の SSD がね、入れれるようなケースになっています。なので、これを外部ストレージにさせて、ここのね、左側に入れてあげて、これをね、USB-C のデータとして使うこともできると。同時につなげるのは1個になるかなっていった形にはなるんですが、iPhone 充電したり、ストレージを拡張したりすることができると。そんなね、内容になっております。ちょっと今回ね、尺的にこれをね、徹底的に紹介するわけではないんですけれども、よりね、動画撮影を本格的にやりたいっていう方は結構、僕がね、今2026年で iPhone ケース、ケージ、撮影アイテム買うならこれかなっていう感じで思うぐらいマジ完成度高いので、動画撮影キットにはこれがすごくいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん今回の動画いかがだったでしょうか。iPhone を使ってね、より撮影体験を楽しみたい方にアイテムたちをね、ご紹介させていただきました。非常に完成度も高くてね、フィルター機能であったりとか、あとは何よりこの望遠レンズがね、やっぱ今まで僕は初めて使ったんでね、想像以上に楽しいなというふうに感じたんですけれども、なかなかカメラをね、買うのがちょっとためらってしまうような方とかは、こういったものでね、楽しんでいただいてもいいのかもしれません。ちょっとね、この望遠レンズの方はね、キットになると高いんですけれども、いろんなアイテムが入ってることを含めると妥当なのかなと思いつつ、簡単に手がね出せるわけではないんですが、でもね結構どっちかというとこのスマホケース自体が非常に完成度が高いので、全然これだけでもね十分楽しめるんじゃないかなと思っております。概要欄にリンクをね記載しておきますので、よかったらぜひチェックしてもらえたらと思っております。ということで今回この辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。